皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回はですね、読み合い音声を塚田絵里香女流初段にしてあります。ちょっとね、なんかどうしても振り飛車対飛車の将棋がもちろん自分がね飛車を振ればなりますし、相手方で飛車をね振られるとそうなるので、ちょっと続いてるんでね、居飛車でいきたいと思います。2六歩で相手方これで8四歩とついてくると結構居飛車になるんですが、3四歩だったんでどうですかね。これで4四歩ですとまた振り飛車系ですね。はい、どうしましょうか。これで相手の方が、ここで分岐点ですよね。飛車を回るか4二銀ですか。4二銀ですとね、どちらもバラあるよって感じですね。ちょっと私の5八金と右手型、これだとね居飛車系の感じになりそうですね。どうしようかな。そうですね、王様がちょっと右四間っぽくやってみますか。今回もねこれ左耳のプラス右四間っていうのをちょっとやってみたいと思います。そうですね、これで4六歩とつきまして、これね7七角とね受ける形もあるんですけど、今回は受けずにちょっといってみますかね。銀上がって8六同歩同飛車にね8七歩と受けてという感じで、4三銀です。これ雁木の形でね受けようってことですね。私たちはニョキニョキ銀を出てで飛車を回りまして、これでね右四間飛車ですね。さあここそうですね、これも4五歩いってしまう手もありますね。4五歩とどうなるんでしょう。かなり激しくなりますね。4五歩同歩、2二角成同金4五銀、いく手もありそうですね。これ5四銀って上がると間に合うんでね、行ってみますか。ちょっとね試しにちょっと急戦ですけどね。これ玉を引いたり7七角とか上がったりしてねやると、一回相手の方もね5四銀右と上がると4筋の守りがね間に合うので、ちょっと今日かなり積極的ですけどね。王様からこれ6八にいるので、美濃囲いのなんていうんですかね、真ん中にいるような状態なんでね、ちょっと独特なんですが、王様をね一手引いたり角上がったりすると相手の方の5四銀右が間に合うので、この瞬間にねもう攻めてしまおうというちょっとあれですね、積極策ですね。これ角先交換したりとか取られちゃうんで大変なことになっちゃいます。さあこれでね角打つ手もあるんですよね。3一角とね銀出ると歩を打って同銀同銀同飛車で角、同銀出ますか。超積極策でねちょっといってみましょう。ちょっとね危険な形なんですよね。これ銀が5三にねいて4四歩と数が足りる感じで受ければいいんですけど、6三の銀が5四銀右って上がる前にね殺到していくんで、さあスピーディーにいきました。これ5五角と反撃するということだと思うんですが、そうここですね、ここで分岐点ですね。飛車を成る手と自陣に角打つ手がありまして、飛車成ると金を上がって飛車成るとめちゃくちゃ金上がって金上がって4三飛車成5二金3四竜3三金、ちょっと早いですけどね、解説編の方でやりたいと思います。角打ってねこっちの方がいいかなという気がします。飛車成る手も大きいんですけど、一回受けられた後にね最後香を取られそうなので、角を合わせてね同角成なら同銀と上がれば消えますし、これでね飛車は取られるんですが、この5三角成と、2二の金がね悪い形だよっていうのが主張です。でこの5三角成がすごく単純な狙いなんですけど受けにくいんですね。なぜかというと飛車の横利きが2二の金にね通っているので、この飛車の横利きが止まってしまうとね金取られちゃうんですよね。だから例えば5二金とか形ね、5三角成を受けるのは5二金とか形なんですが、そうすると2二角成で金を取られちゃうんでね、ここまではというかうまくいってる感じがしますね。攻めがねやはり美濃囲い、ちょっとこれなんですかね、王様囲い切れてない美濃囲いですけれども、基本的には飛車にはそこそこ強い形で、飛車のうち攻めですね。これは角をなりますか。じゃあさあこれでね今2二角成同飛車2七角っていう手もありましたかね。両取り打つ手もありましたね。これね飛車を角を切って同飛車に2七、ここに角打つとね飛車銀両取りだったんで、ただこの角成もね大きい手で、この時にやっぱりまた銀取りをねどう受けるかっていう課題があるんですよね、後手側にはね。ちょっとこの2二の金が3二にいるとねかなり硬い格好なんですよね。この場合も5二金とか引いた時にね3一馬とまたこの金をねいじめられるんで、6三の銀がなんていうんですかね、やっぱり途中で5四銀右って上がる前にね攻めたことによって、ちょっとこの中途半端な狙われる駒になってるというところがあります。そうですね、これで馬を入って、これがまた金取りなんでね、桂馬を取られてもやっぱり金ボロッと取れるとね大きいので、またこの金取りを受けないといけないということでね、かなり先手先手で私も攻めれてるという感じです。もちろんまだね王様がこれ6二6ね6二6 7二と逃げれるんでね、3三銀は辛抱した手ですね。さあどうしましょうかね。ここは難しいですね。相手の方は辛抱して、2九飛車成とね、桂を取る手を狙ってますね。どうしましょうか。
まあそうですね、難しいとこですね。ちょっと迷います。考えますね。馬を作ってここまではねいいペースなんですが、ここからどうするかというのが課題になります。どうですね、5六角と打つ、1八角と打つ、同飛車歩を打って引いて、また4三歩と垂らすというような手もありますね。同飛車じゃないかな、4三歩だと。ここは考えます、少しね。いくら好調といってもね、2九飛車成か桂馬を取られてしまうとね、結構差がなんていうんですかね、どんどん詰まっていく感じになるので、どうするのがいいかな、迷いますね。1八角と打ちますか。これはね、2九飛車成を防ぎつつ敵陣を睨んでね角を打ちました。これは6二玉から右側にねこう逃げてくる手があるので、私の方から見て左側ですね、逃げてくる手があるので角をこうね睨みを利かせて、場合によっては6三銀のようなね攻めを見せるということです。あとねこれね4八銀とねここに銀を打って飛車を捕まえにくてもね一応狙ってます。どちらかというとそっちがね、本命かもしれないですね。これ4八銀と打つと、結構ね飛車が狭いので、同飛車と来たら歩を打ってね、で飛車を寄ってくるかもしれませんけど、そうするとねこう桂馬をね2九8一角成とね取る形ができてきます。歩があると8八歩とかねこう攻めてくるんですが、これで歩を打って、この時分岐点ですね、飛車を寄ってくるか引いて辛抱してくるか、飛車を寄れば激しいですね。ただこう8一角成となった時にね一気に相手の王様が馬のね攻撃態勢になるので、一気な攻め合い寄せ合いのね将棋になりそうですね。7六飛車は寄せ合い、飛車が2枚いてね気持ち悪いですけど、結構ね美濃囲いしっかりしてるんで、飛車寄ってね勝負に来ましたね。さてこれは角を成りますか。ただねこの角成りが大きい手でね、次に5四桂とかね縛る手が回ればという感じです。あと5四馬とかね飛車取りに行く手も大きい。歩ってきましたが、そこの手が一番嫌な手ではあるんですよね。さてどうするのがいいかな。さあ寄せをそろそろ考えたいんですけどね、これは8九歩成となっても、まだね私の王様に詰みはなさそうかな。そうですね、銀を打つ。さあここで寄せたいところですね。どう寄せるかですね。桂馬を逃げると思うんですけど、桂馬だと風難になってということですね。馬を引くと、飛車の当ての2ですね。またいろいろ考えないと。どうしましょう。7分かな。これと風なってくるんですかね。さあそこでですね、馬を攻撃ですが、この飛車がね結構よく縦に効いてるんで、それだけそこは気をつけないといけないところです。さあそうですね、相手の方もこう桂馬を取った後にこの飛車がいなくなってここに桂馬を打つようなね狙いになってくるといいんですけど、そこまで手が回るかどうかということで、今ねちょっとその辺をね考えているんだと思います。今桂馬逃げないんで、ね、すぐ馬引く手もあって、どっちがいいか微妙なところでしたね。馬引いたりして飛車を狙う手もあって、飛車回ってきましたね。これは飛車を成って攻めようということです。これはここで一回追いますね。これで2九飛車成とねなってきても、強く飛車を取って7六桂に王様引けば詰みがない格好です。やはりね2九飛車とダイレクトにねなられてしまうと2枚飛車でね脅威なので、歩を打ってね一回飛車を追いました。冷静に。これね8一に馬がいるんで同飛車成とは飛び込めない形です。でねこの3一の馬がね、後手の方からするとこう追っ払いたいんですけど追うことはできないんですね。4二銀と引くと2二飛車2馬なんでね、これもまた打って追いますか。この歩はじいてですね、飛車が2枚こう縦に受けに効いていたので追っ払ってしまうと、これはもしかして飛車ぶつけてくるかもしれないです。そっちですか。やはりぶつけてきましたね。さあこれはね取らない方がいいかな。引いちゃいますか。取る同馬もあるんですけどね。で2九飛車成になる6五桂っていうのがねめちゃめちゃ気持ちいい手なんですよ。それをねさせればという感じです。こう同馬と取っちゃうと同玉でねこう包囲してた王様がかなり楽になっちゃうんで、こう馬を引いてねこの王様5一の玉がこれかなり狭いのお分かりいただけますかね。
次にね6三桂という手も厳しい手になります。6二玉なら7六五桂という感じでねかなり狭い、ただ桂馬を渡すとね7六桂があるのでそれだけはね食らっちゃうと大変なことになっちゃいます。そうですね、この時にこう飛ぶのがね気持ちのいい手で7六桂とね打たれて王様下がる格好になると一気にねあれでって感じになっちゃうので、これならね7六桂なら王様7七に逃げればいいんで、しかもこう桂馬を飛んだことによって伊藤様にねから上部からね攻めることも見え込めるので、ちょっと形勢がねはっきりしましたがね、桂馬が加わったことによって攻めがね厚くなりましたね、私の方の。中盤、序盤ね結構こう一気にね攻めていったあの辺りってね右四間飛車、腰掛議員のね長所ですよね。やっぱり結構ね見た目以上というかねスピードがね速いんですよね。なんかもう受けがちょっと間に合わない、あっという間に間に合わないうちに攻め込まれちゃったっていうね経験多分ねされた方多いと思うんですけど、思った以上にね攻めが速いんですよ右四間飛車はね。今回もね相手の方がこう状態がね整う前になんですかね一気に攻勢を取って一方的にね途中は攻める展開になったんでね、一手が非常に大きいんですよね。一手これも解説戦でやれればなとは思うんですけど、一手違うだけで4筋のね守りが間に合ってきたりねしてたと思うんですよね。5四銀右たかれたりとかね、ちょっとその一手間に合わなかった分速攻がね効いたと。そう相手の方考えてますけど、これはちょっと辛い兆候ですよね。7七玉ってね抜ける形が相当寄せにくいんで、飛車浮き守護辛抱した手ですね。これはどうするのがいいかな。優勢は優勢ですけどしっかり寄せなければもう当然将棋はねあっという間に逆転しますから、5四馬と引くのがいいかな。これいろいろあるところですけどね、手厚くも引いて、これすごい格好ですね。2枚でね金寄ってきました。これはね遊び金を使ってさすがね筋のいい手だと思います。さあどうしましょうか。飛車を取ると同金、角を渡してもね現状詰む形じゃないのでそれで攻めていっても良さそうですね。桂馬を重ねて打つのが手堅い、一番硬いかな。なんかすごい格好ですねこれ馬経験ってこれはなかなか見ない格好ですけど、これすごいですね。私なかなかこれ将棋指してこういう格好にならないんですけど、珍しいですねこれね。馬経験とねなんかね上部からこう空爆して、この8五桂は桂馬を持った時の頓死狙いですね。いやそうかな、なるほどですね。これはね桂馬って同金、桂馬1枚だとかなり危ないかな。詰まない格好ですけどね。桂馬なって同金、ねなんていうんですかね、逆転頓死狙いという感じですね。どうするのがいいかな。手堅くやっちゃいますかね。歩を突いちゃうのが一番手堅いかな。8六歩と桂なる同金、向こうの差もねしっかり読みたいですね。どうなる同金で取って、桂馬は引けばいいから、桂なる同金同馬、そうですね。桂なるすみませんね、しっかり読まないとねこういうとこ頓死しちゃうんで、歩つきますか。もう手堅くね。これ一番冷たい手ですけど、これ催促ですか。なるほど。同桂成同銀でいますか。そうですね、形勢は優勢なんですけれども、相手の方はねこうギリギリまでねチャンス、これで桂取ってねいろいろ勝ち方あるとかって迷ったんですけどね、これが一番手堅いって手堅いですね。7六桂の形で頓死しちゃうのはねこちらとしては怖いので、すぐね4三桂成から寄せても勝ちは勝ちだったんですけれども、この方が手堅い手ですね。間違いがないというか、ここね桂馬外されるしちゃえばね9五角って手が怖いんですけど、8六に合駒すればね7七に合駒して7六桂7九玉でも詰みはないんですけど、やっぱここね王様上がる形を残しておきたいということです。で次はね相手の王様これね詰みがありそうですね。6三桂と打てば詰みがありそうです。ちょっとね手数が長いけど多分詰みがありますね。桂馬を打って玉を打って銀引きですか。相手の方非常にね腰が重いですね。これはでももう今度はね王様7七に抜ける形さえあればそうですね。これでねなるほど抜こうと。これはそうですね執念の粘りですが、どうするのがいいかな。桂馬取っちゃう手もあるし、でも油断ならないですね。相手の方もねこうやってしぶとく桂馬取っちゃいますから堂々とね。さあ
まあ取っていいですかね。さあどうしましょうか。まあ角を4三角とでも打っとくのが一番いいかな。まあこれはね3一飛車からの攻めを狙って、まあ角ですとから同角成で無理ですね。5三飛車で両取りがかかるので、まあちょっと王様不安定なんでね怖い格好ですけれども、まあでも非常にね粘り強い、指し手でしたね。これまた3二角と打つんですが、しぶといですね。いやいやしぶとい。さあどうしましょうか。角ね、桂馬打つ夜金打つ夜、そうですね、相手の方しぶといな。まあ4分どうするのがいいかな。まあ一応王様がね不安定なことがまあ私の方としては怖いんですが、まあそうですね、桂馬ギダーでいきますか。桂馬打ったらそうですね、桂馬のギダーでいきましょう。金打っちゃうのがいいかな。金打って同玉金に竜、まあ迷いますね。いろいろあるとこで、まあ金捨てちゃいますか。これもあるとね、これ金捨てて、そうですか、ちょっとうっかりしました。すいません、今何考えてちょっとポカしましたね。いやちょっと今ポカをしてしまいました。待ってくださいね。ちょっとびっくりしました。今自分でもねびっくりしました。ポカですね、同玉で取られてタダで取られちゃいましたね。ちょっと待ってください。いやこういうことがあるからね、将棋は気をつけないといけないんですよね。ですね、ちょっとこれは動揺しましたね今。いやちょっと危ない格好になりましたね、一気にね。銀肩が出ちゃったからな。桂馬歩も打つ、取る、角打つ、いやちょっとすいませんね、今動揺しましたね、めちゃくちゃ。頭さらされてしまったところでね。取っていやちょっとね一気に差が詰まっちゃいましたね。ただだけだ。桂馬打つ引く、まあそうね、いやちょっとねこんなはずじゃなかったって感じですね。かなりちょっとね怪しい感じになってしまいましたね、これは。桂馬で、いやこれ危ないんですよね、こっちの様ね。玉引いてどう逃げるのかな。玉引いて2分30秒。いやこんな冷や汗をかく感じじゃなかったんですけどね。随分楽勝だったんですが手が差がね詰まってしまいました。まあでもギリギリ残してますかね。かなり危ない格好ですけど。銀ですか。まあこれ王様引いて、いやでもびっくりしましたね。まさか金をタダで捨てることになるとは。自分でもこれは積まないですね。ようやく何回もはっきりしましたって言ってもあれですけど、これはようやくね、まあどこに逃げても積まないですね。はい。相手の様はねこれだけ持ってるんで詰みなので、そうですね、これはまあどこに逃げても、まあこれね6九竜と今あられると私はその受けがなくなるんですが、はい、お待ちしましたね。ありがとうございました。これは勝つのは強いです。ちょっとね最後はいかがなものでしたね。はいはい、いかがだったでしょうか。いやお恥ずかしいですね、最後本当恥ずかしい。まあ随分ね、まあ局面がねはっきり優勢になったからはね、もうちょっと、まあ、気が抜けたわけではないですけれども、かなり自分でも恥ずかしいほど失速しまして、最後ね金を相手にタダでねプレゼントするという大錯覚までねおまけ付きで、まあ、ただね戦型のね右四間飛車腰掛銀はすごいねうまくいったんですね、本局ね。まあもうそれもかなり昔の話の様子ですけれども、まあ、そのあたりねすごくうまくいったんで、そこのね定石あるいはね攻防とのいったあたりがまあ成功したねコツだったのかっていうのをね解説編の方でやっていきたいと思いますので、ぜひぜひねそちらの方もぜひ見ていただくと嬉しいです。この動画が良かったらという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。